NSR250R の倒立フォーク化について紹介するよ。今回は NSR250R 倒立フォーク化のパーツさ製作編として他社流用で倒立フォーク用ステムを作るよ。とはいえ上下プレートとシャフトまで含めて実用レベルで無加工流用できるものは探し当てられなかった。ネット情報で定番の CBR1000RR SC57 の流用じゃハンドル切れ角やロックナットに問題が残るからね。だから上下プレートを流用して加工したシャフトを組み合わせることにした。実際には上下のプレートも多少の加工は必要だったけどね。なるべく少ない加工で倒立フォーク用ステムを作るって感じだね。選んだステムのセットは2種類 TL1000R と YZF-R1 だよ。両方ともハンドルの切れ角に影響するクランプボルトが前側にあるんだ。今回は YZF-R1 の流用を説明するよ。まずは YZF-R1 のステムを流用した加工寸法を説明するね。表の青い寸法は流用品そのままの寸法で、赤寸法は加工して変更するものだよ。ただ R1 のステムシャフトは短くて使えないんで 9R のシャフトを組み合わせたんだ。上から CBR、R1、9R のシャフトで 9R のシャフトが少し長いのがわかるよね。微妙な違いだけどこの長さがロックナットの係に影響するんだ。R1 ステムの上下のフォーク径はオーリンズサイズでフォークスパンは 10R と同じ。ここは加工なしで使えるね。オフセットは NSR より小さい 25mm フルボトム時のタイヤと車体干渉が気になるね。トップブリッジは R1 をそのまま使うけどカッコ寸法は裏面のザグリだね。このザグリはロックナットの逃げになる部分だよ。ステムの厚みはそのままだけど突き出し調整のためのザグリ追加が必要だね。これでシャフト突き出しを NSR に近い寸法にできるはずだよ。ステムシャフトの長さは 9R のものだね。R1 のものと 14mm の違いがあるよ。シャフト穴系はフロントスタンドフックをかける穴だよ。ここはメンテナンス性を考慮して ZX-10R に合わせた。シャフトとステムの環合径は R1 のシャフト寸法をコピーするため R1 に合わせた。プレス圧入のための交差が大事なんだ。ベアリング内径上側は元の 9R の内径そのままで下側は NSR に合わせた。上側はベアリングレースの内径が違うけどベアリング自体は同じなんだ。トップナットとロックナットのネジは 9R のものそのままにしたよ。クランプボルトの位置は右側基準時計の針で11時の位置にあるね。加工位置と寸法を決めたらあとは加工だね。旋盤でシャフトのボトムプレートの環合部と下側ベアリングレース部の加工だね。
それから、いらないハンドルストッパーをカットして表面を整える。最後に突き出し調整で、トップブリッジのシャフト環合部の彫り込みだね。シャフトとプレートが加工できたら、プレス機でボトムプレートに圧入する。こんな感じで、オーリンズフォーク用のステムが完成したよ。それとトップブリッジの穴とシャフト穴を合わせるカラーも製作したよ。これは裏面のザグリをキャンセルするものでもあるね。一通りの部品が完成したから、まずは今までのステムを取り外すよ。そして、新しいステムを組み込むよ。とりあえずは、問題なく組み込むことができた。ヤマハのマークが微妙だけど、その内カーボン張り込みで消すつもりだよ。ハンドルの切れ角は妥協範囲ってとこかな。少ない加工で製作したステムだけど、まあまあの仕上がりってとこかな。ギリギリまでストッパーを調整して、ラジエーターとステムのクリアランスも確保した。オフセットが小さくなったんで気になってた。フルボトム時のタイヤと車体のクリアランスも確認したよ。ギリギリ干渉しないところまでストロークさせてストローク量を測った。ストロークは 110mm ってとこでなんとか実用範囲だと思う。これで YZF-R1 プラス ZX9R の組み合わせステムが完成だね。TEL1000R ステム流用はまたそのうちに動画にするね。それ以外にも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。